今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。冒険心あふれる物語が心地よい眠りへと誘います。この動画は冒険物語オリジナルストーリーを6話お届けします。当チャンネル眠りの語り部ではあなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではおやすみなさい。心の地図を描く旅。夜が静かに街を包んだある夜、古い図書館の片隅で、ミコトは一つの古地図を見つけた。その地図には、心の地図と書かれていたが、その道はどこにも繋がっていないように見えた。ミコトは冒険好きで、日常の小さな冒険でさえ、心を躍らせるような人物だった。彼女は、この地図が何を意味するのか、そして、それをたどることで、何を見つけることができるのかを知りたいと思った。翌朝、ミコトは地図を手に自宅を出た。彼女の目的は、地図に隠された謎を解き明かし、心の旅を通じて自己発見をすることだった。彼女は自分の心に従い、直感と地図が示す謎の地点を探し始めた。この物語は、ミコトが自分自身と世界を理解するために、現代の風景の中で冒険を繰り広げる旅に出るところから始まる。彼女が出会う人々、見る景色、そして体験することすべてが、彼女の心に新たな地図を描いていく。安全だが、心地よい刺激を提供し、読者にも自分自身の心の地図を描く旅に出るきっかけを与える物語である。ミコトは地図が示す最初の地点に向かって都会の喧騒を抜け緑豊かな郊外へと足を進めた。彼女の胸には新たな発見への期待が膨らんでいた。この地図はただの紙切れではなく自分自身への挑戦状のように思えたのだ。途中、彼女は小さな川を見つけ、そこには昔ながらの木製の橋がかかっていた。その橋を渡ると地図にはないが心が惹かれる象形があり、ミコトはそこへと足を踏み入れた。象形は彼女を美しい花が咲き乱れる隠れた庭園へと導いた。この場所はまるで世界が彼女のためだけに隠していた秘密のように感じられた。庭園の中心にある古びたベンチに腰掛けると、ミコトは地図と自分の心を見つめ直した。この瞬間、彼女は心の旅が単に地図上の地点を巡ることではなく、美しい瞬間を見つけ、それらを心に刻むことにあると気づいた。庭園を後にし、彼女は再び地図に示された道をたどり始める。次の地点へと向かう道中、ミコトは小さなカフェで休憩をとる。そこで出会ったのは、旅の話で目を輝かせる老夫婦だった。彼らの話から、ミコトは旅がもたらす絆の大切さと人生における様々な道の選択を学ぶ。日が暮れかけた頃、ミコトは地図の最初の目的地に到着する。そこは古い灯台が立つ海岸で、夕日が地平線に沈む壮大な光景が広がっていた。この光景は彼女の心に深い平和と喜びをもたらし、これからの旅への期待を一層高めた。この日、ミコトは心の地図に新たな記憶と景色を加え、自分自身の探求を続ける決意を新たにした。彼女の旅はまだ始まったばかりであった。翌朝、ミコトは新しい目的地に向けて出発した。地図は彼女を山の中腹にある古い神社へと導いていた。登山道を進むにつれ、都市の喧騒から離れた静寂が彼女を包み込む。風が木々を通り抜ける音だけが耳に心地よく響いた。神社に到着したミコトは、そこが時間が止まったかのように静かで穏やかな場所であることに気づいた。鳥のさえずりと遠くから聞こえる川のせせらぎがこの場所の唯一の音楽だった。彼女は神社の境内を散策し、その歴史と美しさに心を奪われた。参拝を終えた後、ミコトは近くの茶屋で休憩をとった。
そこで出会ったのは地元の物語を語る老人だった。老人は昔からこの地に伝わる伝説や自然と共生する暮らしの大切さについて熱心に語った。巫女は老人の話から人生とは何か、そして自分が何を大切にすべきかについて深く考えさせられた。茶屋を後にし、巫女は次の目的地へと向かう。道中、彼女は高原を越え、広大な花畑を横切った。その花畑はまるで絵画のように色とりどりの花で覆われており、彼女はその美しさに圧倒された。この場所で、巫女は自然の壮大さと、それが人間の心に与える影響の大きさを実感した。夕暮れ時、巫女は小高い丘の上に立ち、遠くに広がる山々と夕焼け空を眺めた。この瞬間、彼女は自分がこの旅で求めていたものが何かを見つけたような気がした。それは外の世界の美しさを追い求める旅であると同時に、自分自身の内面と向き合う旅でもあった。巫女は自分の心が少しずつ変化していることを感じていた。外界の美しさが彼女の心に新たな光と色を加えていくのを実感する瞬間だった。彼女の旅は心の地図に新しい地点として普遍の美を刻み込んだ。巫女との旅は次に彼女を山岳地帯の古い村へと導いた。この村は昔から星を見るのに最適な場所として知られ、星にまつわる伝説や物語が多く残されていた。村の人々は星を友とし、星の動きを読み解くことで農作業の時期を決めたり、天気を予測したりしていた。村に着いた日の夜、巫女は村の人々と共に丘へと登った。彼らは毎年この時期になると特別な星座が見えるという。丘の上から見上げる空は都市の明かりに邪魔されることなく星々がきらめく絶景だった。星空の下、巫女は自分が宇宙の一部であるということ、そしてその広大さの中での自分の小ささを感じた。しかし、それは決して孤独や無力感ではなく、むしろ深いつながりと存在の確かさを彼女に感じさせた。その夜、巫女は村の長老から星にちなんだ名前の由来や星座が持つ意味について聞いた。長老はまた星々が人々の生活にどのように組み込まれてきたか、そしてそれがいかにして人々の心に安らぎを与えてきたかを語った。巫女は自然界のさりげない美しさや秩序の中に人生の深い意味を見出すことができると気づいた。翌日、巫女は村を後にし、地図に示された次の目的地へと旅を続けた。道中、彼女は星空の下で感じたことを思い返し、それが自分の心の中でどのように響いているかを考えた。彼女は自分の旅がただの場所の訪問ではなく、生き方や世界の見方を変える体験になっていることを実感した。この章では、巫女が自然と宇宙の美しさ、そしてそれが人間の心に与える影響について深く考える機会を得た。星空の下での体験は、彼女の旅の中で特別な意味を持ち、心の地図に永遠に残る貴重な記憶となった。巫女の旅は、彼女が外の世界だけでなく、自分自身の内面にも新たな発見をすることを可能にした。巫女の旅は、ついに彼女を出発点である自宅に戻らせた。家に戻ると、彼女は旅から得た体験と知識が、見慣れた景色や日常に新たな色を加えていることに気づいた。部屋の中にあるもの一つ一つが、今までとは違う意味を持ち始めていた。壁にかけられた絵、窓から見える街の景色、さえずる鳥の声。これらすべてが、彼女の心の中で新しい物語を紡ぎ始めているかのようだった。旅を通じて、巫女は多くの美しい風景を見て、様々な人々と出会い、そして数えきれないほどの発見をした。しかし、最も大切な発見は、彼女自身の内側にあった。彼女は自分の心がどのように動き、感じ、そして世界をどのように解釈するかを理解し始めていた。
心の地図は、外の世界を探検するための道しるべであると同時に、自分自身を理解するための手がかりでもあったのだ。家に戻ったミコトは、旅での経験を日記に記録し始めた。彼女は、この旅が自分にとっての一つの終点ではなく、新たな始まりであることを知っていた。心の地図には、まだ探検されていない場所がたくさんあり、彼女の旅は、これからも続いていく。そしてある日、ミコトは、再び地図を広げ、次の冒険を計画し始めた。今度は新しい地図を手に、未知の地を探検し、さらに自分自身の心の奥深くを探求するために、彼女にとって、旅はただの移動ではなく、生き方そのものであり、心の地図を描く旅は終わることのない永遠の冒険なのだった。この物語は、ミコトの帰還で終わりを告げるが、彼女の心の旅は、これからも続いていく。読者にも、自分自身の心の地図を描く旅を始める勇気を与える物語である。それは単に外の世界を探検することだけではなく、自分自身の内面と向き合い、理解を深めることの大切さを伝える。日常を超えた発見。夜明け前の静けさの中、小さな町の外れにある古い図書館が、新しい日の光に包まれ始める。この図書館は、町の人々にとって、ただの本を借りる場所以上の意味を持っていた。歴史と魔法の話が囁かれる場所であり、誰もが日常の枠を超えた何かを見つけることを夢見ていた。この町に住むリナという少女にとっても、図書館は特別な場所だった。彼女はいつも学校が終わると家へ帰る前に図書館に立ち寄っていた。リナには授業で習うこと以上のものを知りたいという強い願望があった。そしてそれはいつも彼女を図書館の最も古い書棚の一角へと導いた。ある日、リナは図書館の隅で埃をかぶった古い地図を見つける。その地図は町の近くに存在するはずのない謎に満ちた未知の場所を示していた。それはリナの好奇心をかき立て、彼女は日常を超えた発見を追求する決意を固める。この物語はリナが見つけた古い地図がきっかけで始まる冒険についてのものである。彼女は地図に示された場所が現実に存在するのか、そしてそこに何が隠されているのかを見つけ出そうとする。それはリナにとってただの探検以上の意味を持つことになる。彼女は自分自身と世界についての理解を深め、日常では決して味わうことのできない種類の驚きと発見を体験することになるのだった。リナは地図を見つけた次の日、学校が終わるとすぐにその謎を解き明かすべく行動を開始する。彼女はまず地図に描かれている地点を特定するため、図書館の地理学の書籍を何冊か手に取り、研究を始める。時間が経つにつれ、彼女は地図が示す場所が実際には町の外れにある広大な森の中に位置していることを突き止める。リナはその森を訪れたことがある町の人々に話を聞くことにした。しかし、彼らの話からは森の奥深くに足を踏み入れた者は誰もおらず、また、そこには特別な何かがあるとは誰も信じていないようだった。しかし、リナの心は揺るがなかった。地図には確かに森の中に隠された未知の場所が示されている。それが何であれ、リナはそれを自分の目で確かめたいと思っていた。翌週末、リナは冒険の準備を整えた。彼女は長い一日を過ごすための食料、水、そして緊急用の懐中電灯をリュックサックに詰め込む。そして地図とコンパスを手に、家族には森で少し散歩をするとだけ告げて、早朝に家を出発した。リナが森に足を踏み入れると、その静けさと美しさに心を奪われる。太陽の光が木々の間を抜けて地面に届き、森全体が生き生きとして見えた。鳥たちのさえずりが聞こえ、遠くでは小川のせせらぎが聞こえてくる。リナはこの美しい自然の中で何か特別なものを見つけることができるかもしれない。
という期待で胸を躍らせながら地図が示す方向へと歩き始めた。リナの足取りは軽やかで、森の中を進むにつれて、彼女は周りの自然により一層魅了されていった。時折、小さな野生動物たちが、彼女の前を横切り、好奇心旺盛な目で、リナを見つめる。彼女は、これらの小さな生き物たちが、この広大な森の中で、自分たちの小さな冒険を繰り広げていることに、思いを馳せた。数時間の探索の後、リナは地図上の目的地に近づいていることを感じ取った。森はここでより神秘的な雰囲気を帯び始め、木々はより古く、空気は澄んでいた。そしてついに、彼女は地図に示された場所にたどり着く。それは大きな岩が半円を描くように並んだ、隠れたような小さな空間だった。中央には古びた石造りの祭壇のようなものがあり、周りは野生の花で飾られていた。リナは息を飲む。この場所は森の中で最も静かで、最も美しい場所に違いない。彼女はここが何のために作られたのか、誰がこの場所を知っているのかを知りたくなった。祭壇の近くで彼女は小さな箱を見つける。それは古びてはいたものの、細工が施されており、何か大切なものを収めるための箱のようだった。リナがその箱を開けると、中からは古い鍵と、もう一枚の地図が現れた。この新たな地図には、今いる場所からさらに奥深く、森の中に隠された別の場所が示されていた。鍵は、その場所にある何かを開けるためのものに違いない。リナは、この新たな発見に心を躍らせ、次の目的地へと向かう準備を始めた。彼女には、この森が隠している秘密を解き明かすという新たな目的ができたのだった。翌日、リナは再び森へと戻り、新たな地図を手に、未知の場所を目指して歩き始める。この日は、前日とは異なり、霧が森全体を覆っており、何か神秘的な雰囲気を増していた。リナは、この霧が自分の冒険に神秘的な要素を加えていると感じ、ワクワクしながら進んでいった。時間が経つにつれ、霧は徐々に晴れていき、リナは地図に示された場所に到着する。それは大きな湖のほとりにある小さな洞窟だった。湖は静かで、その水面は鏡のように周囲の景色を映し出していた。リナはこの場所が持つ静寂と美しさに圧倒された。洞窟の入り口には古い錠前がかかっていた。リナは持っていた鍵を取り出し、それを錠前に差し込んでみると、驚くほど完璧にあった。錠前を外し、洞窟の中に足を踏み入れると、中は予想以上に広く、壁には古代の壁画が描かれていた。これらの壁画は、この地域の歴史や、かつてこの地を訪れた探検家たちの物語を物語っているようだった。リナは自分がこの場所の秘密を解き明かすために選ばれたのだと感じた。彼女は洞窟の奥にある小さな台座の上に光り輝く小さな宝石を見つける。その宝石は触れると温かく、リナの心に平和と喜びをもたらす不思議な力を持っていた。彼女はこの宝石が森を守るための鍵であり、自分がそれを守るものになったことを理解した。リナは宝石を持ち帰り、その後の日々を新たに見つけた自然の美しさと神秘に感謝しながら過ごす。彼女は自分の冒険によって得た知識と経験を町の人々と共有し、多くの人が森を訪れ、その美しさを守ることの重要性を理解するようになった。リナの物語は町の人々にとって刺激となり、多くの人が日常を超えた発見を求めるようになる。そしてリナは自分が冒険を通じて見つけたものが単に美しい場所やものだけではなく、内なる平和と世界への新たな視点だったことを悟る。彼女の冒険は他の人々にもインスピレーションを与え、彼らもまた自分たちの周りにある未知の世界を探索し、日常の枠を超えて成長する機会を見つけ出すようになる。リナの物語は日常を超えた発見がどれほど人々の心を豊かにし、世界への見方を変えることができるかを示している。
小さな旅、大きな学び。小さな町の端にある古ぼけた図書館は、今日も静かに時を刻んでいる。その一角にひっそりと佇む、少し古めかしい木製の机の前で、エマは本を開いていた。夢中でページをめくる彼女の目には、冒険への憧れが満ちている。エマは、日々の生活に何かしらの刺激を求めていた。だが、実際の彼女の生活は、この小さな町のように予測可能で変わり映えのないものだった。ある日、図書館の最も隅にある、埃まみれの本棚で、彼女は不思議な古地図を見つける。それは忘れられた島への案内を示しており、謎に満ちた文字と道の土地が描かれていた。エマは、この地図が、ただの創作物である可能性を理解しつつも、心の奥底で何かが呼びかけるのを感じた。この地図は彼女の日常に新たな風を吹き込むかもしれない。心を揺さぶるこの発見に駆り立てられ、エマは冒険に出る決意を固める。この旅は彼女にとって小さな一歩かもしれないが、その意味するところは計り知れない。そうしてエマは古地図を手に新たな世界へと踏み出す。彼女が目指すのは地図に記された忘れられた島。そこには何が待ち受けているのか誰にもわからない。しかし、エマにとって重要なのは目的地ではなく、その過程にある。この旅が彼女に教えてくれること、彼女が出会う人々、そして自然の美しさに触れること。それがこの小さな旅から得られる大きな学びである。そしてエマの旅は始まった。夜明け前、エマは自室で最後の準備をしていた。バックパックには必要最小限の荷物と大切な古地図が入っている。彼女の心はすでに旅路にあり、眠れぬ夜を過ごした後でも、その目には冒険への期待で輝きがあった。家を出る前に、エマは一枚の手紙を机の上に置いた。両親への言葉が綴られており、安全に気をつけること、そして必ず戻ることを約束する内容だった。彼女は、この旅が自分を成長させてくれることを信じて疑わなかった。街を出ると、エマはまず、地図に記されていた最初の手がかりを探しに、近くの森へと向かった。森は古く、神秘的な雰囲気に満ちていたが、エマは、それを楽しんだ。彼女にとって、これが冒険の始まりだった。途中、様々な野生動物と遭遇し、彼女は自然の美しさと、その中での生命の営みに心を奪われた。森を抜けると、壮大な景色がエマを迎えた。遠くには雄大な山々が連なり、その足元に広がるのは、果てしなく続く緑の草原だった。エマは自分がこれまで見たことのないような自然の美しさに圧倒された。彼女は地図を広げ、次なる目的地を確認する。地図上には、風の谷と名付けられた場所が、次の目的地として記されていた。その名の通り、風が絶えず、吹き抜ける神秘的な場所だと言われている。エマは、そこに何か手がかりがあるかもしれないと考えた。旅の初日は、エマにとって、多くの発見と感動に満ちたものだった。夕暮れ時、彼女は草原の一角にテントを張り、その日一日の経験を日記に綴った。星が輝く夜空の下、エマはこの旅が彼女にとってどれほど貴重なものになるかを改めて感じながら眠りについた。小さな旅がすでに彼女に大きな学びを与え始めていた。エマが目覚めた時、太陽はすでに高く昇り、草原は金色に輝いていた。朝食を済ませた後、彼女は再び地図を広げ、風の谷への道を確認した。地図上では、谷は森の向こう、山々の間に位置しているように見えた。エマは、そこにたどり着くためには、再び森を抜け、山道を登らなければならないことを理解していた。旅のこの段階で、エマは自然との一体感を強く感じていた。森を抜ける道中、彼女は樹木の囁きや小川のせせらぎに耳を傾け、その美しさに心を洗われるような感覚を覚えた。
山道に差し掛かると、風が強くなり、エマは、その風が谷から吹き下ろしてくるものだと直感した。登山の途中、彼女は一休みするために、岩の上に腰掛けた。遠くを眺めると、風の谷が見え始めていた。谷は、エマが想像していた以上に壮大で、谷間から吹き上げる風は、まるで地球が息をしているかのようだった。その風は、遠く離れた地からも、新鮮な空気を運んできて、エマの顔を優しく撫でた。谷に到着すると、エマは、その不思議な力に圧倒された。風は、一定のリズムで吹き、まるで谷が生きているかのように感じられた。彼女は、この場所が何百年もの間、多くの旅人たちに秘密や発見を与えてきたことを想像した。そして、彼女自身もまた、この風の谷から何かを学び取ることができるだろうと感じた。谷の中を探検していると、エマは古い石造りの構造物を発見した。それは、かつてここに住んでいた人々が残したもののようだった。構造物の一部には、風をテーマにした彫刻が施されており、エマは、この場所が、古くから風の神秘を称える場所だったことを理解した。夕暮れ時、エマは、谷の中でキャンプを張り、その日の冒険を日記に記録した。風の音を BGM に、彼女は深い眠りに落ちた。この夜、エマは、夢の中で、風が語りかけてくるのを感じた。それは、彼女が次に向かうべき場所、そして旅の意味についての手がかりを与えてくれた。風の谷での体験は、エマにとって忘れられないものとなった。彼女は自然の一部として存在することの意味を改めて考え、旅を通じて得られる学びの大切さを実感した。次の目的地へと向かう準備をしながら、エマはこの旅がまだ多くの驚きを秘めていることを感じていた。風の谷からの出発後、エマは地図に示された次の目的地、名前のない湖へと向かった。谷を抜けると地形は徐々に変わり、エマはやがて広大な森の中を歩いていた。木々は天をつくように高く、日光は葉の隙間から地面に斑点を描き出していた。空気は湿り、時折遠くから水の流れる音が聞こえてきた。湖に到達するまでの道のりは、一見すると単調に見えたかもしれないが、エマにとっては、それがまた新たな発見の連続だった。彼女は小さな生き物たちや見たこともない植物に出会い、それらすべてがこの地球上で共存していることに改めて感動した。湖は森を抜けた先、突然視界に現れた。静寂に包まれたその景色は息を飲むほど美しく、湖面は鏡のように周囲の景色を映し出していた。エマは湖畔に腰を下ろし、しばしの間、その美しさに見入った。湖は地図に名前が記されていなかったが、彼女はこの場所を水の歌と呼ぶことにした。なぜなら、風が水面を撫でるたびに、湖は美しい旋律を奏でているかのように感じられたからだ。エマは湖畔でキャンプを張り、その晩は星空を眺めながら過ごした。星々が湖面に映り込む様子は、まるで別の世界を覗いているようで、彼女はその神秘的な美しさに、心から魅了された。翌朝、エマは湖を一周することにした。歩いていると、ふと一箇所、水面がわずかに波打っているのを見つけた。近づいてみると、そこは湖の中から湧き出る小さな泉だった。泉の水は冷たく、透明で、エマはその水を手ですくって飲んでみた。すると、不思議なことに、彼女は自分の体がより軽くなったように感じ、心までが洗われるような感覚に包まれた。この水の歌での体験は、エマにとって新たな教訓をもたらした。それは、自然の中には見えない力が働いており、それを感じ取ることができれば、心身ともに浄化されるということだった。エマは、この湖が単なる水の集まりではなく、生命とつながり、人々を癒す力を持っていることを理解した。湖畔を後にするとき、エマは改めて地図を広げ、次なる目的地を探した。彼女の旅はまだ終わらない。次に向かうは光の山。その名の通り、太陽が昇ると山全体が輝き出すという伝説の山だ。
エマはそこで何を見つけるのか、何を学ぶのかを想像しながら新たな一歩を踏み出した。エマの足取りは彼女が光の山に近づくにつれ、ますます軽やかになっていった。旅を通じて彼女は多くの美しい場所を訪れ、様々な発見をしてきた。しかし、光の山は、それらすべてとは一線を画する神秘的な場所であることを、エマは直感していた。山への道は険しく登り始めると、すぐに彼女はその挑戦を実感した。しかし、旅の経験が彼女に力を与え、何度もくじけそうになりながらも、エマは前進を続けた。彼女の目指す頂上には、伝説によれば、真実の光があるという。それは、見る者すべてに深い真実を教え、内なる光を見出す力を与えると言われていた。夜が明け、最後の斜面を登り終えたエマは、息を飲むような美しさに包まれた。光の山の頂からは、これまでの旅路が一望でき、遠くの水の歌の湖や、風の谷、さらには彼女が最初に冒険を始めた草原までが見えた。そして太陽が完全に昇ると、山は約束された真実の光で照らされた。エマはその光の中で目を閉じ深く呼吸した。その瞬間、彼女の内側にある何かが変わったように感じた。すべての苦労が報われ、旅を通じて得た知識と経験が心の中で一つになったのだ。エマは自分自身とこの世界の美しさを改めて感じ取ることができた。そして彼女は理解した。真実の光は外にあるのではなく、自分の内側にある。それは自分自身と向き合い、世界を愛し、理解しようとする勇気から生まれるものだった。山を降りる道中、エマは心が軽く、歩みが確かであることに気づいた。彼女は変わったのだ。もはや小さな町での平凡な日々に戻ることはない。この旅が彼女に与えてくれた学びと経験は、これからの人生を形作る貴重な宝物となった。家に戻ったエマは、再び古ぼけた図書館の前を通り過ぎた。しかし、今回は立ち止まらず、自宅へと直行した。彼女の心には、もう新たな地図や冒険の物語を探す必要がなかった。なぜなら、エマは自分自身が最大の冒険であり、その物語をこれからも自ら紡いでいくことを知っていたからだ。小さな旅、大きな学びは、ここに終わりを告げる。しかし、エマの物語はまだ始まったばかりだ。彼女の心には、これからも新たな旅が待っている。それは、外の世界だけでなく、内側の世界への旅でもある。そして、彼女は知っている。どんな旅も、一歩踏み出す勇気から始まると。歩道の哲学者。この物語は、静かな町の小さな歩道から始まります。歩道は朝の光に照らされながら、どこまでも続いているように見えます。この町に住む人々は、その歩道をただの通り道としか見ていませんが、主人公のエミリオにとっては、それが彼の冒険の始まりとなる場所です。エミリオは、この町の歩道の哲学者として知られています。彼にとって、歩道は、ただのアスファルトではなく、人生と夢を探求する場所なのです。ある晴れた朝、エミリオはいつものように歩道を散歩していました。彼の足元には、ひび割れたアスファルトが広がり、足音が静かなエコーとなって、響き渡ります。周りは静かで、唯一聞こえるのは遠くで鳥がさえずる音だけです。エミリオは、この静寂を愛しており、彼にとっては、この瞬間が最も純粋で、最も思索にふけれる時間なのです。しかし、この日は違いました。彼がいつものルートを歩いていると、道端に奇妙な光る石を見つけます。その石は、太陽の光に当たると、まるで内部に小さな星が閉じ込められているかのように輝いていました。エミリオは、この石がただの石ではないことを直感しました。彼は、石を手に取り、その冒険が始まることを知りました。
この石こそがエミリオを導く羅針盤となり、彼の人生を変える旅へと誘うのです。彼はまだ知らない、この世界の隠された美しさを発見しに行くのです。そして、その過程で、彼は真の哲学者となり、歩道は彼にとって、ただの歩道ではなく、人生そのものを象徴する場所となるのです。この物語は、エミリオが見たことのない美しい風景を探求し、途中で出会う人々との交流を通じて、人生の真実を学んでいく冒険の旅です。エミリオはこの旅で、単に外の世界だけでなく、自分自身の内面の世界も探求することになります。この物語は、読む人々に日常の中に隠された小さな奇跡を見つけ出し、人生の美しさを再発見するきっかけを提供します。エミリオは、その光る石を慎重にポケットにしまいました。彼はこれまでにも、歩道で様々なものを見つけたことがありましたが、こんなにも魅力的なものは初めてでした。石は温かく、手に持つと何とも言えない安心感がありました。エミリオは、この石がただの偶然ではなく、何か特別な意味を持って、彼の元に来たのだと感じました。エミリオがいつものカフェに向かう途中、石からかすかな輝きが漏れているのに気づきました。彼は石を取り出して眺めると、石が指し示す方向があることに気づきます。まるで石がエミリオに何かを伝えようとしているかのようでした。エミリオは、これが自分に与えられた冒険の招待状であることを直感し、石が指し示す方向に歩き始めました。彼がたどり着いたのは、町の外れにある古い森でした。森は日常から少し離れた静かな場所で、エミリオは以前からこの場所の美しさに魅了されていました。森の中に足を踏み入れると空気が変わり、周りの音がすべて遠のいていくように感じました。石はますます強く輝き始め、エミリオはその光を頼りに深い森へと進んでいきます。しばらく歩いた後、エミリオは小さな湖にたどり着きました。湖は静かで、水面は鏡のように周りの景色を映し出していました。石は湖の中央を指し示し、エミリオは湖のほとりに腰を下ろし、考えにふけります。すると、石から聞こえてくるかのような声が、彼に囁きました。心の中を見つめてごらん。そこに答えがある。エミリオは石をじっと見つめ、心を落ち着かせました。すると、彼の心の中にある恐れや疑問が次第に消え去り、代わりに新たな可能性や希望が湧き上がってきました。この瞬間、エミリオは自分自身と深く向き合い、内面の声に耳を傾けることの重要性を理解しました。彼は石を湖に向かって軽く投げると、石は光の軌跡を描きながら湖の中心に落ち、そこから美しい光の花が開きました。この光の花はエミリオに新たな道を示しました。彼は自分の心が開かれ、新たな冒険への扉が開いたことを感じました。これは彼がこれまでに経験したことのないような真の冒険の始まりでした。エミリオはこの瞬間から自分の人生が変わることを知り、心からその変化を受け入れる準備ができていました。新たな冒険への扉が開いたエミリオは湖のほとりを後にし、心が導くままに森をさまよい始めました。森は深く謎に満ちていましたが、エミリオは不安よりも好奇心の方が強かったのです。彼はこの森が隠している秘密を解き明かしたいという強い願望を感じていました。歩き続けるうちに、エミリオは奇妙な形をした大きな木の前に立ち止まりました。木は古く、枝は複雑に絡み合い、根は地面を深く掘り下げていました。エミリオがその木をじっくりと観察していると、木の幹に小さな扉があるのを発見しました。扉はほとんど木と同化しており、注意深く見なければ見過ごしてしまうほどでした。エミリオの好奇心は一層強くなり、扉を開けて中を覗いてみることにしました。扉を開けると、彼の目の前には予想もしなかった光景が広がっていました。扉の向こうは広大な図書室のような空間で、壁一面には無数の本が並び、
中央には大きなテーブルが置かれていました。そして、そのテーブルの向こう側には、一人の老人が座っていました。老人はエミリオを見て微笑み、彼を歓迎するように手を振りました。エミリオは戸惑いながらも、老人のもとへと歩み寄りました。老人は自己紹介をし、自分を森の守り人と名乗りました。彼は、この森が持つ秘密と知識を守っていると言い、エミリオがこの場所にたどり着いたのも、何かの運命だと語りました。老人はエミリオに、この森とその歴史について話し始め、彼の知識欲を刺激しました。話を聞いているうちに、エミリオは、この森が単なる自然の集まりではなく、多くの物語と伝説が交差する、不思議な場所であることを理解し始めました。森の守り人は、エミリオに、この森を通じて、自分自身の未知の可能性を探求するように助言しました。そして、最も重要なのは、心を開いて、自然と対話することだと教えてくれました。エミリオは、森の守り人との出会いから、自分の内面と外の世界との間には、深いつながりがあることを学びました。彼は、自分がこれまで知らなかった世界への扉を開いたことに感謝し、この新しい知識を胸に、次なる旅へと歩みを進める決意を固めました。エミリオの冒険はまだ始まったばかりであり、彼の前には無限の可能性が広がっていました。森の守り人との出会いを経て、エミリオは自分の内面との対話を深めることの重要性を学びました。彼は自然との調和の中でのみ、真の自己を発見できるという真実を受け入れました。森を後にするとき、守り人から心の地図を授かります。この地図は物理的な道ではなく、自分自身の内なる旅を案内するためのものでした。エミリオは森を抜け、広大な草原へと足を踏み出します。草原は風に揺れる草の波が続く、果てしない開放感に満ちた場所でした。空は高く、青く、太陽は暖かな光を地上に注ぎます。彼は、この草原が自分の心の中に広がる新たな風景であることを感じ取りました。心の地図を手に、エミリオは内面の声に耳を傾けながら、自らの足で新しい道を切り開いていきます。旅の途中、エミリオは様々な人々と出会い、彼らから人生の多様な哲学を学びます。ある者は幸せを求めて旅をしている画家で、彼女は美しい風景を見つけるたびに心が躍ると話しました。別の者は失った愛を求めて世界中をさまよう詩人で、彼は失ったものが結局は自分の内にあることを発見したと語ります。これらの出会いはエミリオにとって心の地図に新たな経路を加えるかのようでした。ある日、エミリオは草原の中心に位置する古い塔を発見します。塔は時間の試練を乗り越えて立つ孤独だが堂々とした存在感を放っていました。エミリオは塔を登り、頂上から周囲を見渡します。そこから見える景色は、彼がこれまで見たどの景色とも違い、心の地図上には存在しなかった未知の世界でした。この瞬間、彼は自分が真に求めていたものが何か、そしてそれをどのようにして達成できるかを理解しました。心の地図はエミリオに自分自身を理解し、自分の人生を自らの手で形作ることの大切さを教えてくれました。彼は自分の心が開かれ、新たな可能性に満ち溢れていることを感じます。エミリオの旅は、外の世界を探求するだけでなく、自分自身の内面を深く探求することでもあったのです。彼は、この旅を通じて、自分自身との和解と、真の自己発見を遂げました。エミリオの旅は、彼を外の世界へ、そして内面の深淵へと導きました。彼が経験した冒険は、目に見える美しさだけでなく、心の中に秘めた無限の可能性をも、彼に教えてくれました。心の地図を手にしたエミリオは、最終的に自分が出発点に戻ることを選びます。しかし、彼が戻るのは、同じ場所ではあっても、同じエミリオではありませんでした。彼は変わり、成長し、新たな理解を胸に帰ってきたのです。街に戻ったエミリオは、かつての歩道を再び歩きます。
しかし、今回彼がその歩道を見る目は異なりました。かつては、ただの通り道に過ぎなかったその場所が、今では彼にとって、人生の旅路そのものを象徴しているように感じられました。彼の足取りは軽やかで、心は開かれ、目は新しい世界を見ています。エミリオは自分の周りの世界に対する感謝と驚きを新たにし、その美しさを深く感じ取ることができました。エミリオは再び、かつて歩道の哲学者として知られていたカフェに足を運びます。カフェの常連たちは彼の帰還を温かく迎え、彼の旅の話を熱心に聞きました。エミリオは自分が学んだこと、感じたこと、そして見つけたことを分かち合います。彼の言葉からは、ただの冒険探以上のものが伝わってきました。それは、自己発見と人生の美しさについての深い洞察でした。カフェでの再会から数日後、エミリオは再び歩道に立ちます。今回は、彼の心に新たな目的がありました。彼は、自分の経験を通じて得た知識と感動を、他の人々と分かち合いたいと考えました。エミリオは小さなワークショップを開くことにし、人々を招いて自然とのつながり、内面の探求、そして人生の美しさについて話し合います。このワークショップは大成功を収め、多くの人々が自分自身との対話を深め、日常生活の中で新たな価値を見出すきっかけとなりました。エミリオの旅は一人の人間がどれほど変わることができるか、そして、その変化が周りの世界にどのような影響を与えるかを示しました。彼の物語は人生の旅路が終わることはなく、自己発見の旅は常に新たな始まりを迎えることを教えてくれます。エミリオは真の冒険は外にあるのではなく、自分の内にあることを発見しました。そして、その冒険を通じて、彼は自分自身だけでなく、周りの世界をも豊かにする力を手に入れたのです。毎日が冒険。かつて、遠一の小さな村に、日々を冒険と捉える少年がいました。彼の名前はリオ。リオにとって、毎朝目を覚ますこと自体が、新しい冒険の始まりでした。彼は、村の外れにある古びた地図屋で見つけた、一枚の地図に魅了されていました。その地図には、彼がまだ足を踏み入れたことのない、神秘的な場所が記されていたのです。村の人々は、その地図のことを単なる伝説だとあざけ笑いましたが、リオの心は夢と好奇心で満たされていました。彼は決心しました。自分の目で、その地図に描かれた場所を見ること。それが彼の人生の大冒険になると。そしてある朝、リオは小さなリュックに必要最低限の物資を詰め込み、村を後にしました。彼の目指すは、地図に描かれた未知の地、そこに広がる美しい風景と冒険の世界です。リオは朝早く村を出発しました。彼の背中には地図と少量の食料、水筒、そして小さなテントを詰めたリュックがありました。彼の目の前に広がるのは未知なる冒険への入り口。神秘的な古代の森です。村の人々は古代の森には神々が住むと伝えており、誰もがその深さを恐れていました。しかし、リオにはその警告が逆に彼の好奇心を刺激するだけでした。彼は深呼吸を一つし、足を踏み出しました。森の入り口をくぐると、リオはまるで別世界に来たような感覚に包まれました。木々は空高く伸び、太陽の光は葉を通して暖かい光を地面に降り注いでいました。鳥たちのさえずりが空気を満たし、時折小さな動物が茂みの中を駆け抜ける音が聞こえました。森は静かで、そして何より美しかった。リオは自分が今まで見たことのない種類の花や木々に出会いました。彼はそれらの美しさに心を奪われながら地図に描かれた経路をたどりました。道中、リオは小川に出会いました。
その水は清らかで、水音は彼に心の安らぎを与えてくれました。リオは水辺で休憩をとり、自然の美しさと静けさに身を委ねました。そして彼は再び旅を続けました。夕暮れが近づく頃、リオはついに森を抜け、地図に記されていた輝く湖のほとりにたどり着きました。湖は夕日に照らされ、金色に輝いていました。リオはその光景に息を飲み、疲れを忘れて湖の美しさに見とれました。彼は湖のほとりでキャンプを張り、火を焚きました。夜は静かで、星々が湖面に映り、まるで別の世界にいるかのようでした。リオは自分がこの旅で何を見つけるのか、何を学ぶのかを考えながら、ゆっくりと目を閉じました。古代の森を抜け、輝く湖にたどり着いたリオの冒険は、これからも続きます。彼は未知の世界への扉を開け、新たな発見と自己発見の旅を始めたのです。朝、リオは湖畔で目を覚ました。彼の心と体は新たな冒険への期待で満たされていました。朝食を済ませ、キャンプを片付けた後、リオは再び地図を広げ、次なる目的地である広大な高原へと向かいました。湖を背にし、森を抜けると目の前に広がるのは壮大な高原の風景でした。朝霧がまだ残る中、彼はその美しさに圧倒されました。高原はまるで異世界に足を踏み入れたかのような感覚をリオに与えました。野生の花々が一面に広がり、色とりどりの絨毯を形成していました。彼はその中を歩きながら自然の作り出すアートに感動しました。風は花々の香りを運び、リオの心を軽やかにしました。目的地である石碑は高原の中央近くに位置していました。古代の文字が刻まれたその石碑は時間を超えてこの地を見守り続けているかのようでした。リオは石碑の前に立ち、先人たちがこの地に込めた思いを感じ取ろうとしました。静寂の中、彼は石碑に手を触れ、閉じた目を通してその歴史を想像しました。石碑の周りを探索していると、リオは地面に半ばうずもれた小さな箱を見つけました。彼は箱をそっと掘り出し、蓋を開けました。中には古びた日記と数枚の地図、そして古代のコインが入っていました。日記にはかつてこの高原を探検した冒険家の記録が綴られており、リオは彼らが経験した冒険の話に夢中になりました。リオはこの箱が先人たちからのメッセージだと感じました。彼らは後世の冒険家へ勇気と希望を伝えるためにこの箱を残したのかもしれません。リオは自分もその一員になったことを誇りに思いました。彼は日記を丁寧に閉じ、箱を元の場所に戻しました。そして自分もいつか誰かの冒険に影響を与えるような人物になりたいと強く願いました。夕暮れが迫る中、リオは高原で一夜を過ごすことにしました。彼はテントを張り、夜空を見上げながら自分が旅から学んだこと、感じたことを日記に書き留めました。星々が輝く中、彼は先人たちが見たであろう同じ星空の下で未来への夢を膨らませました。リオの冒険は過去と現在、そして未来をつなぐ旅でした。高原の石碑と先人たちの遺産は彼にとって忘れられない宝物となりました。彼はこの旅を通じて人は決して一人ではないこと、そして冒険の精神が世代を超えて受け継がれていくことを深く理解しました。リオは高原の石碑から受け取った勇気を胸に次なる目的地へと足を進めました。地図には古代の遺跡が描かれており、それは山を越えた先にあるとされていました。彼の心は道への好奇心で溢れていましたが、同時に遥かに西への時代への敬意も感じていました。朝日が高原を照らす中、リオは山への道を歩き始めました。道は険しく、彼は何度も休息を取りながら、一歩一歩を確実に進めていきました。時折、野生の鳥や動物の姿を見かけると、彼はこの大自然の一部であることを実感しました。
長い一日の旅を経て、リオはついに山を越え、目指す古代遺跡のある谷間にたどり着きました。目の前に広がるのは、時間が止まったかのような景色でした。遺跡は草木に覆われ、数千年の時を超えて、今もそこに堂々と存在していました。リオは遺跡に近づくにつれ、心の中で高まる畏敬の念を感じました。彼はゆっくりと遺跡の中へと歩みを進めました。石造りの門をくぐると、彼の目には古代の市場や住居の跡が映りました。時間が経過し、多くの物語がこの地で生まれ、消えていったことを彼は想像しました。リオは遺跡の中心にある広場へと向かいました。そこには大きな祭壇があり、古代の人々が神々に祈りを捧げた場所であることが分かりました。彼は祭壇の前で静かに手を合わせ、遠い過去の人々とのつながりを感じ取ろうとしました。その後、リオは遺跡の探索を続けました。彼は古代の壁画を発見し、そこに描かれた物語に心を奪われました。壁画には古代の人々の日常や祭り、戦いの様子が色鮮やかに表現されていました。リオは時間を超えた物語の一部を垣間見ることができ、深い感動を覚えました。夕暮れ時、リオは遺跡を後にしました。彼は古代遺跡が秘める歴史と物語に触れ、自分自身の中に新たな夢と希望を見つけることができました。この場所から得た学びは、彼のこれからの人生に大きな影響を与えるでしょう。リオは遺跡の探索を通じて、過去と現在、そして未来がつながっていることを実感しました。古代の人々の生活や文化に思いを馳せながら、彼は自分自身の冒険が時間を超えた大きな物語の一部であることを確信しました。そしてその物語を次世代に伝えるために、彼は自分の旅を記録し続けることを誓いました。冒険を終え、リオは再び村へと戻りました。彼は変わり果てた少年ではありませんでした。旅を通じて、彼は自分自身と世界について多くを学びました。村の人々はリオの話を聞き、彼の勇気と冒険心を称えました。リオは冒険は目的地に着くことではなく、その過程にあると悟りました。そして本当の冒険は心の中に始まり、心の中で終わるのだと。彼の物語は村の人々に夢と希望を与え、未来の冒険家たちへの火を灯しました。リオの旅は終わりましたが、彼の物語はこれからも語り継がれるでしょう。毎日が冒険であることを心に刻みながら。路地裏の秘密。都会の喧騒から少し離れた、ある静かな街角に、古びた本屋がひっそりと佇んでいる。この本屋、無双書房は、地元の人々には知る人ぞ知る秘密の場所であり、奇妙な魅力に満ちている。店の外観は、年月の重みを感じさせ、どこか懐かしさを漂わせていた。しかし、この本屋には、誰もが知らない、もう一つの顔が隠されていた。ある夏の日、青年、英二は、偶然この本屋を見つける。彼は、新しい刺激を求めて街をさまよっていたが、この無双書房の前で、足を止めた。なんとなく引き込まれるように、店内に入ると、そこは想像を超えた不思議な空間が広がっていた。古い本の香りと、時を忘れさせる静寂。棚には珍しい本が並び、その中には現代では手に入らないような貴重なものも含まれていた。英二が本棚を眺めていると、一冊の古びた地図帳が彼の目に留まった。その地図帳を手に取った瞬間、彼の心は奇妙な興奮に包まれた。なぜかその本が彼にとって非常に重要なものであると直感したのだ。そして、その地図帳をめくると、街の中に存在するはずのない路地裏の秘密へと誘う一本の道が描かれていた。この出会いが、英二にとっての冒険の始まりだった。彼は、地図帳に導かれるまま、日常とは一線を画す、
未知なる世界へと足を踏み入れることになる。路地裏の秘密が彼に何をもたらすのか、それはまだ誰にもわからない。しかし、一つ確かなことは、この冒険がエイジの人生に大きな変化をもたらすことだろう。エイジがその古びた地図を手に、夏の暑さを帯びた風を切って街を歩き出したのは午後のひとときが過ぎ去った頃だった。地図に描かれた謎の道をたどる彼の足取りは、期待と不安で重く、同時に軽やかだった。石畳の小道、くねくねと曲がりくねった細い路地を抜け、エイジは地図に示された場所にたどり着いた。そこは一見すると、何の変哲もない、普通の路地裏だった。しかし、彼は地図帳が示す秘密の扉を見つけるため、周囲を慎重に観察した。数分後、彼の目は古びた木製の扉に止まった。それは壁に溶け込むように存在し、一見すると、ただの壁の一部に過ぎないように見えた。しかし、エイジがその扉に手をかざすと、ふとしたぬくもりを感じ取ることができた。扉には古びた鍵穴があり、地図帳からはその鍵穴に合う鍵の形が示されていた。エイジは周囲を探し、地図帳に示された通りの形をした小石を見つけた。その小石を鍵穴に差し込むと、扉は静かに開いた。扉の向こうに広がっていたのは別世界のような景色だった。緑豊かな樹木が天を覆い、鮮やかな花々が至るところに咲き誇っている。都会の喧騒とは、かけ離れた静寂と安らぎが、この場所に満ち溢れていた。エイジは息を飲み、しばらくその場に立ち尽くした。ここは一体。言葉を失った彼は、ためらいながらも、その神秘的な空間へと足を踏み入れた。すると、風が彼の耳元で囁くように、歓迎の言葉を運んできた。エイジは、その言葉に導かれるまま、奥へと進んでいった。彼の心は驚きとともに深い平和に包まれていった。この路地裏の秘密の扉を通じて、エイジは自然とのつながりを再発見し、忘れていた心の平穏を取り戻し始める。そして彼はこの場所がただの隠れ家以上のものであることを感じ取った。ここは都会の生活で疲れた魂を癒し、再生させるための聖域だったのだ。エイジが深い緑に囲まれた道を進むと、やがて森が現れた。この森は地図には記されていなかったが、彼は自然とその中へと引き込まれていった。木々は高くそびえ、太陽の光が葉を通して地面に小さな光の斑点を描いていた。空気は澄んでおり、深呼吸するたびに心が洗われるような感覚に包まれる。歩を進めるうちに、エイジは森が生きているかのように感じ始めた。木々は静かに囁いているようで、その声は風に乗って彼の耳に届く。言葉はわからないが、何かを伝えようとしているかのような不思議な親しみを感じさせる。彼は立ち止まり、周囲の音に耳を傾けた。すると、ふとした気配を感じ、小さな動物たちが彼を好奇心深く見つめているのに気づいた。エイジは、この森がただの森ではなく、囁きの森と呼ぶにふさわしい場所であると感じた。彼は、この森の探索を決意し、さらに奥へと進んでいく。その時、彼は小川を見つけた。水は透明で、そこには色とりどりの小石が敷き詰められている。エイジは水面に手を触れると、その冷たさと清涼感に驚いた。小川のせせらぎが彼の心を落ち着かせる。彼は小川に沿って歩き続け、やがて開けた場所に出た。そこは草木が生い茂り、中央には小さな池があった。池の水は静かで、その表面には空と周囲の景色が映し出されていた。エイジはその池のほとりに座り、静寂の中で思索にふける。この場所は時間が止まったようで、外の世界の喧騒から隔絶された穏やかな空間だった。エイジは囁きの森が彼に内面の平和を見つめ直す機会を与えてくれたと感じた。この森は彼にとってのよけどころであり、自己を見つめ、心を整える場所になった。外の世界へ戻る時が来ても、
彼はこの森から得た平穏を心に刻み、日常生活に活力をもたらすだろう。英二がささやきの森を抜けると、目の前には広大な草原が広がっていた。草原は太陽の光に照らされ、金色に輝いている。その美しさに圧倒されながらも、彼は草原を歩き始めた。風が草を揺らし、波のように見えるその動きは、まるで草原自体が生きているようだった。英二は、その光景に深い感動を覚え、この瞬間を永遠に記憶に留めたいと願った。草原を進むにつれて、彼は遠くに小高い丘を見つけた。丘の上からは、周囲の景色が一望できるだろうと思い、英二は、その方向へと足を向けた。登り始めると、風が強くなり、草原の香りが鼻を刺激する。しかし、それもまた新鮮な感覚で、彼は心地よく感じた。丘の頂上に立つと、英二は息を飲んだ。そこから見える景色は、草原、森、そして遠くの街並みが一体となって、壮大な絵画のようだった。太陽がゆっくりと沈み始め、空はオレンジ色から深い紫に変わり始めていた。この美しい光と影の調和は、彼にとって、この冒険のクライマックスであり、自然の美しさとは何かを改めて考えさせられる瞬間だった。英二は丘の頂で長い時間を過ごし、日が完全に沈むのを見届けた。星々が一つずつ現れ始め、夜空は徐々に明るく輝き始める。彼はこの静寂の中で自分自身との対話を楽しんだ。これまでの人生で忘れていた何か大切なものを、この旅は彼に思い出させてくれた。それは日々の忙しさにかき消されがちな自然とのつながりと内面の平和を大切にすることだった。夜が深まるにつれて、英二はゆっくりと下山を始めた。この冒険を通じて、彼は自分の内面にある路地裏の秘密を見つけ出した。それは自然との調和の中にある深い安らぎと日常生活の中での小さな発見と喜びを見つけ出すことだった。この体験は彼の人生に新たな意味をもたらし、日常を豊かにする力を与えてくれた。英二が都会に戻ったのは星空が最も輝いていた夜だった。彼の足取りは軽やかで、心は冒険から得た平和で満たされていた。街の明かりと喧騒が再び彼を包み込む中、英二は自分が変わったことを実感した。彼にとっての路地裏の秘密は、もはや単なる場所や経験ではなく、心の中に宿る永遠の宝物となっていた。翌日、英二は再び無双書房を訪れた。店内に一歩足を踏み入れると、あの独特な古書の香りが彼を迎え入れる。店主の老人が微笑みながら彼を見つめ、英二の変化に気づいたようだった。あなたの冒険はどうだった？老人が尋ねる。言葉では言い表せないほど素晴らしいものでした。私は多くを学び、感じました。そして何よりも自分自身を見つけることができました。英二が答える。老人は優しくうなずき、その経験はあなたのこれからの人生に大きな光をもたらすだろう。時には私たちが最も必要としているものは目に見えないものの中にある。心の旅は外の世界での旅と同じくらい重要だ。と言った。英二は感謝の意を表し、店を後にした。彼にとって、この冒険は、ただの始まりに過ぎなかった。日々の生活の中で、彼は常に路地裏の秘密を心に留め、新たな発見と成長の旅を続けるだろう。そして彼の物語は他の人々にも希望とインスピレーションを与える。英二は夜の街を歩きながら空を見上げた。星々が今夜も輝いている。彼は深く息を吸い込み、この瞬間の美しさと平和を胸に刻む。真の冒険は外にあるのではなく、自分自身の内にあるのだということを、英二は深く理解していた。そして彼は明日も再び冒険に出る準備ができていることを知っていた。だが今回は違う。
自分自身の内面と向き合い、日々の生活の中で小さな冒険を見つけることが彼の新たな目的となっていたのだ。